我流です。皆さん、この動画を覚えてますか？ダイソーの OD 缶ケースをベースにして、ロット作りに必須の道具、フィニッシングモーターを自作する動画です。実はこの動画に、謎めいたコメントをいただきました。ダイソーで、カエル型のシャボン玉が出るおもちゃを使って、激安フィニッシングモーターを作ってください。何言ってるんでしょうか、この人。まあ、それでも、ダイソーを徘徊するときに、このコメントが頭に残っていて、カエルとシャボン玉のキーワードで商品を探したら、これが見つかったんです。商品名は、自動回転シャボン玉メーカー、カエル。なかなか可愛いデザインですね。このオレンジのポケットにシャボン液を入れて、あとはちょっとわからないですね。とりあえずここに電池をセットして実際にやってみましょう。シャボン液を充填してスイッチオン。結構大きめの音がしますね。シャボン液は台所洗剤を水で薄めたものなので、ちょっとシャボン玉の勢いがないですね。でも、これで、視聴者さんがやってほしいことを大体理解しました。うまくいくかはわかりませんが、ぶっつけでやってみましょう。材料は、メインのカエル、300円。そして 500ml のペットボトル、炭酸飲料の作りがしっかりとしたものが良いです。ダイソーのゴムバンド、今回はシャープに110番。あとは適当な段ボール。材料はこれだけ。成功すれば本当に激安フィニッシングモーターですね。まずは、シャボン玉リングとシャボン液タンクを本体から取り外します。このシャボンリングは必要ないですが、真ん中の部分だけ留め具として使用できそうです。このシャボン液タンクも必要なしです。これを留め具として使用します。カエルくん、これで君は二度とシャボン玉を吹くことはできないが、平面ガエル以来のカエル界のスターになれるかもしれない。俺、頑張ります。それでは、ロットを固定するチャックのパーツを作りましょう。ペットボトルの底を切り抜き、底の中心に穴を開けます。先ほどへし折ったシャボンリングの中心部分がちょうどはまる穴の直径は 5mm です。ホットボンドなどでしっかりと固着させます。ゴムバンドを2本取り出し、両端に結びコブを作る。こんな感じ。ペットボトルをカットした部分、ここに12時、3時、6時、9時の位置に1センチ弱の切り込みを入れておきます。ゴムの結びコブを外側にして挟み込み、対角も同じように。こんな感じ。もう1本も同じ要領で挟めば、チャックの完成です。カエルにセットしてみましょう。おう、なんか様になってきました。すごく簡易的ですが、ゴムがすべてクロスしている真ん中にブランクスを差し込めば、しっかりホールドするはずです。反対側で竿を支える台も簡易的です。段ボールを適当に切って三角形にして、カエルの口の中心の高さと同じ位置に切れ込みを入れるだけ。見た目は悪いがこれで十分でしょう。ゴムがクロスした中心部を開くのがちょっとめんどくさいですが、竿をセットしましょう。かなり適当っぽいですが、これでもしっかりセンター出しができて、竿がよれながら回転することはないはずです。スイッチオン。どうですか？意外とこのカエル使えるかもしれません。太いグリップ側もそのままでしっかりと加えて固定してくれます。あとは単3電池3個で何時間回してくれるかですね。
とりあえず実際にガイドラッピングしてみましょう。お気づきかもしれませんが、ここまで登場した道具やパーツは全てダイソー商品です。今回ラッピングに使用する糸、これもダイソーのミシン糸でやってみましょう。老眼鏡をかけていないのでかなり無茶苦茶ですが、ラッピングよりコーティングの検証なのでこれでいいでしょう。コート剤は最近のお気に入り、ダイソーのクリアエポキシ接着剤。ここでついにダイソー縛りが崩れちゃうわけですが、アセトン入りのリムーバー、これを数滴混ぜてコート剤がスレッドの間に染み込むようにシャバシャバにします。コーティング開始。液がしっかり染み込んでますね。色は意外といい感じに変わりました。あとはこのカエルくんが電池3個でどこまで頑張れるかですね。コーティング剤が硬化するまでは最低でも12時間、いやもっと回らないと完全には仕上がりません。6時間おきに様子を見に来ることにして、私はこの場から離れることにします。頑張れよカエルくん。6時間後、確認しに来たら、止まってました。やはり無理があったか。当然硬化もしていないので、コート剤は下側に偏り、ガビガビです。録画を確認したら、5時間で力尽きていました。5時間では話にならないですね。すんません。でも、炭酸電池3個で12時間以上回せって、いくらなんでもブラックすぎますよ、下流さん。確かに、ちょっと無謀だったか。でもいい方法があるぞ。これを見てくれ。これは娘の所有物、ちょっと拝借してきました。一見普通の炭酸電池。だけどこの1本からはテープ状のコードが伸びていて、見てこれ、USB 供給ができるんだ。おー、すげー。これで思う存分電力の無限供給ができるぞ。お前もカエル界のスーパースター確定だな。うひょー。じゃあ早速装着してみよう。よろしくおなしゃす。コードが薄っぺらいテープ状で、全く加工が必要ないのがすごくいいなこれ。スイッチオン。おー、こりゃ最高だ。これなら何日でも回せそうだぜ。それはよかった。じゃあもう一度同じ方法でやってみよう。今回は一本足のスピニング用ガイド、老眼鏡をかけて巻いたので少しマシですね。1回目と同じ方法でコーティングします。あとはカエルくんが頑張ってくれればうまくいくと思います。電気切れの心配はないので半日後に確認に来ることにしましょう。それじゃあ頑張って。12時間後、確認に来た時、予想もしていなかった事態が起こりました。うめき声を上げて、今にも止まりそうな弱々しさで竿を回しているカエルの姿がそこにありました。おい、どうした？しっかりしろ。すまねえ。おいら、もうダメみたいだ。せっかく USB にしてくれたのに、どうやらモーターがいかれちまったみたいだ。もう一度、シャボン玉、吹きたかった。おい、嘘だろ。おい、おい、おい、冗談だろ。しっかりしろ。おい、おい、聞こえてるか。返事をしろ。
お前の回したロットを使ってみたいんだよ。だからそんなところで止まるな。頼む。動いてくれ。返事をしてくれ。彼が命を懸けて回したロットが、これ。ほぼ完璧だった。だが、この通り、表面はまだベタベタしています。あと少しだったのに。強度もしっかりしていますね。初めてミシン糸を使ってみましたが、特段問題はなさそうです。ということで、フィニッシングモーターとしてカエルを使うことはあまりお勧めできません。以前紹介したこのモーターなら100倍安心です。私としてはこちらをお勧めします。しかし、もしかしたら今回のカエルは個体左右への故障だったのかもしれません。あるいは、ダイソーに並ぶカエルの中には、想像を超えたど根性ガエルが潜んでいる可能性も否定できない。信じるか信じないかは、あなた次第。どうしても試してみたい方は、ぜひ挑戦してみてください。ではまた。